皆様こんにちは、つーとりです。私は今宮古島の与那浜浜に来ています。この美しい青のグラデーション、本当に素敵ですよね。次は石垣島の川平湾に来てみました。ニジランに選ばれたこちらの絶景も負けていませんよね。美しい海を持つ2つの島、あなたならどっちを選びますか？どちらか一つを選ぶとなると難しいですよね。そこで今回は宮古島と石垣島の違いを徹底解説。同じ沖縄だけど何が違うのか、旅行先として選ぶならどっちがいいのか、そんなお悩みを一緒に解決していきましょう。それではスタートです。私は海外に行けなくなってしまったコロナをきっかけに国内屈指のリゾート地沖縄にドハマりしてしまいました。今はコロナも落ち着いて海外に行かれる方も多いと思うんですけれども、円安の影響もあったりで、まずは国内のリゾート地から行ってみようとお考えの方も多いのではないかと思います。沖縄本島自体もすごく人気の島なので、そちらを選ばれる方もいらっしゃると思いますが、より非日常的な離島をお考えになる方も多いと思います。そこで出てくるのが宮古島と石垣島になるのかなと思います。この2つの島は綺麗な海と大自然といったところで南国情緒にあふれているという点ですごく似ている島と思われがちですが、実は全く異なる島となります。沖縄の離島の宮古島と石垣島、何が違うのかっていうのを比較してみてみると様々な点で違いが見られます。ざっくりと知っておくと旅先選びがスムーズになると思うので、どちらの島に行くかという一つの参考としていただければ嬉しいです。ちなみに私は毎月宮古島か石垣島に行っているほどの離島マニアです。沖縄離島の楽しみ方を様々な視点で情報を発信しております。沖縄好きさんはぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では本題に入りたいと思うのですが、今回の動画はまず宮古島と石垣島についてをお話しして、それぞれの島がどのように違うのかポイントを絞って紹介していきます。その上でこんな方にはこちらがおすすめと旅のスタイルに合わせて、そして私の経験をもとにどちらの島がいいのかというのを提案していきたいと思います。それでは行きましょう。まず宮古島と石垣島はどこにあるのか。実は思っているよりも違うところにあるかもしれません。2つの島は沖縄本島よりも南にあって、石垣島の方がより南西に位置していて、台湾の方が近いです。宮古島は沖縄本島から約300キロ離れていて、石垣島は約410キロ離れています。宮古島は8つの島からなる宮古諸島の中心、そして石垣島は9つの島からなる八重山諸島の中心となります。例えば宮古諸島には宮古島や伊良部島、池間島なんかがあって、八重山諸島には石垣島、竹富島や西表島などがあります。隣にある島なので近くにあると思われがちなんですけれども、約130キロ離れていて、この2つの島を行き来するとなると飛行機で行くしか手段はありません。思っているよりも2つの島というのは距離があります。飛行機だと約35分のフライトになるんですけれども、1回の旅行で2つの島を行くっていうのは時間もかかってなかなか大変だと思います。宮古島は車で1周すると約2時間、石垣島は1周すると約3時間ほどとなります。石垣島の方が面積は大きいのですが、人口は宮古島の方が多いです。ではここから2つの島の違いをいろいろな視点から比べていってみます。まずは地理について。一番最初にこの2つの島は似ているけれども全く異なりますというふうにお話をしました。一番この地形がその違いを生み出しているのではないかと思います。宮古島は琉球石灰岩が隆起してできた島です。それに対して石垣島は島中央部にそびえ立つ沖縄最高峰の表岳という山があって、それを中心に300メートルを超える山々が山岳地帯を形成しています。宮古島は地形の成り立ちから比較的平坦な島で山や川がありません。そのため海に土が流れ出ることがないので、海の透明度が高く、
その美しい海は宮古ブルーと呼ばれています。今までいろんな島でいろんな海を見てきましたが、宮古ブルーの美しさっていうのは本当に世界一だと思います。一方で石垣島は山や川だったりがあってアップダウンの激しい地形となっています。宮古島ではできない表岳のハイキングだったり、亜熱帯ジャングル、河口域に広がるラングローブ林など豊富な自然があります。もちろん綺麗な海もあるので、山、川、海といった自然が飛んでいる点で大変人気のある島です。では次に各島のアクセスについてです。宮古島には宮古空港と下地島空港2つの空港があります。宮古空港からは JAL と ANA が飛んでいて、下地島空港からはスカイマークと LCC のジェットスターが飛んでいます。石垣島には新石垣空港1つの空港があって、 JAL、ANA そして LCC のピーチが飛んでいます。どちらも国内の主要都市から直行便が出ているので、本数は少ないですがアクセスは非常にいいです。では次に観光客数に違いはあるのか。統計データによると観光客数は石垣島の方が多いです。これはそれぞれの島から行ける離島が大きく関係していると思います。宮古島から行ける離島は伊良部島、下地島、来間島、池間島、大神島、多良間島などがあります。中でも大きな橋でつながっている4つの島は気軽にドライブで行くことができるのも特徴です。対して石垣島から行ける離島は竹富島、小浜島、黒島、西表島、鳩間島、波照間島、与那国島があります。これらの離島へ行くには石垣島にある離島ターミナルからフェリーに乗って行かなければいけません。もともと石垣島自体が人気ではあるんですけれども、その先々にある離島も人気が高いので、石垣島を一度経由してその先の離島へ行かなければいけないので、経由地として石垣島に訪れる方も多いです。島内での移動手段についてですが、宮古島は主要な移動はレンタカー、石垣島ではレンタカー、バス、フェリーとなります。どちらの島でも本当に自由にいろんなスポットを巡りたいというのであればレンタカーが一番おすすめです。ですがどちらの島もレンタカーを使わなくてもバスや自転車、フェリーなどを使って旅を楽しむことも可能です。実際に私は運転ができないので、一人旅をするときには自転車、バスを使って旅をしています。その経験から言うと、宮古島はバスの本数が少なくて行き先も限られているので、しっかりと計画を立てないとレンタカーなしで巡るのは結構難しいです。ですが島自体それほど大きくなくて平坦な道も多い島なので、自転車で巡ることも可能です。なのでバスと自転車両方をうまく組み合わせて旅をすれば問題なく楽しむことができます。一方で石垣島はバスの本数が宮古島よりもぐんと多くて、1日5日間のフリーパスなども販売されています。計画を立ててうまく回ればバスだけで行きたいところを効率よく巡ることもできます。特に空港から離島ターミナルまでは1時間に2本も出ています。離島ターミナルからフェリーに乗ってその先々の島に行くのであれば、レンタカーは借りずにバスだけで移動してフェリーに乗るっていうのができるので、離島巡りを中心に旅行するなら本当にレンタカーは必要ないです。ちなみに石垣島はアップダウンの激しい島なので自転車はかなり大変だと思います。自転車で島を巡ることが大好きな私もさすがにそれはやったことがありません。本当にレンタカーがあるのが一番涼しくて移動も便利でっていうのはあるんですけれども、島民の方たちが日常的に使っている公共交通機関のバス、あとは島の風や匂いを感じる自転車、波の音や鳥やセミの音を聞きながら歩いてみたりするっていうのも離島らしさを感じる面白い旅になると思います。初めて巡るのであればレンタカーが絶対的におすすめですが、ちょっと変わった旅をしたいっていう方はレンタカーなしで旅してみるのもすごくおすすめです。実際に私がレンタカーなしで旅してきた様子はこちらの動画で
ご覧いただけますので、ご興味がある方はぜひ見てみてください。次に気候に関してはどちらの島も大きな変わりはありません。年間を通じて温暖で観光には適していますが、注意しなければいけない点が2点あります。 100% に近い湿度と冠水してしまうほどのスコールが発生しやすい5月から6月の梅雨のシーズン、そして台風シーズンへと突入する8月から9月は旅行するのは少し注意が必要です。台風の数と降水量は石垣島がちょっと多い数字となります。個人的におすすめの時期は4月と10月です。台風も比較的少なくて、暑さもそこまで暑くならないので観光しやすいです。宮古島については毎月基本情報を更新しているので、気になる月、行ってみたいと思っている月がありましたら、過去の動画を参考にしていただければと思います。そして気になるのが旅費かと思います。石垣島も宮古島も選択肢がいっぱいあります。高級リゾートホテルもあれば民泊もあったり、飛行機は JAL や ANA だけでなく LCC も飛んでいるので、安く行こうと思えばとっても安く行くことも可能です。贅沢しようと思えばそれなりの金額がかかってきます。どちらの島も同じレベルで手配をすると大体同じぐらいの料金になります。ただ最近は石垣島の方が飛行機代もホテル代もすごく高騰しているように感じてます。こちらはオフシーズンに2泊3日で行ってきた宮古島と石垣島の1人当たりの料金になります。一つの目安としてご参考いただけたらと思います。では次に私の大好きなグルメを紹介していきます。その島にしかない美味しいものがたくさんあるので、宮古島と石垣島も本当に全然違う美味しいものがたくさんあります。皆様はどちらがお好きでしょうか。まずはそれぞれの島で親しまれている伝統的なそばを紹介します。宮古島は宮古そば、石垣島は八重山そば。宮古そばは縮れのない平麺で、食感はツルツルでコシがあります。スープはとんかつとかつおをベースにしていて、あっさりとしています。八重山そばは細くて丸くてストレート麺、こちらの方がちょっともちもち感が強いかなというイメージです。スープのベースは宮古そばと同じで豚骨とカツオになるんですけれども、より濃厚な味わいです。次は宮古牛と石垣牛、どちらも島の中で育った沖縄県の特産品です。高品質な和牛なのですが、正直違いはよくわかりませんですが、どちらもすごく美味しいです。宮古牛は生産量が限られているので、石垣牛に比べると市場に出回ることが少なく希少とされてます。こちらのお肉は、焼肉、あとはハンバーグといった様々な形で美味しくいただくことができます。では次に、宮古島はマンゴー、石垣島はパイナップル。沖縄で外せないのは南国のフルーツですよね。どちらのフルーツも沖縄県が生産量1位です。それぞれに適した気候や土壌のおかげで美味しいフルーツが育ちます。宮古島のマンゴーは本当に濃厚なのにみずみずしくて爽やかな味わいです。いろんな島でマンゴーを食べてきたんですけれども、宮古島のマンゴーに勝てるものはありません。一番美味しいです。石垣島のパインもとっても美味しくて大好きなんですけれども、特に大好きなのが沖縄県で誕生した新品種のピーチパインが私は大好きです。美味しい泡盛も島によって違います。宮古島は多良川の琉球王朝、石垣島は八重泉が人気の地酒となっています。あとはお店の数になりますが、宮古島の繁華街は島の中部に位置する平良市街地、石垣島の繁華街は島の南部にある三崎町となります。どちらの島にも市街地には多くのお店がぎゅっと集まっています。ですが石垣島にはユーグレナモールという大きな商店街がありまして、そこには100店舗以上お店が連なっています。なのでお店の数は石垣島の方が多いです。そしてお土産店も、宮古島は結構限られた店舗しかないんですけれども、石垣島にはこのユーグレナモールにお土産屋さんもたくさん入っているので、そういった面でも石垣島の方がお店が多いという印象です。
では次にちょっと違った目線になりますが、ハブについてです。石垣島には毒蛇のハブがいますが、宮古島にはいません。宮古島はもともと海から上がってきた島になるので、ハブがいないっていうのはなんとなく想像できるのかなと思います。夜行性のハブがいる石垣島では夜の散策がちょっと怖いかと思います。ですが宮古島では、そこまで警戒せずとも星空鑑賞や夜のお散歩を楽しむことができます。ではとっても重要なそれぞれの島の海の特徴についてです。沖縄の離島といえばやっぱり綺麗な海かと思います。宮古島の海はどこまでも続く白い砂浜と透き通る青い宮古ブルーの海が本当に美しいです。この美しい海がいろいろな場所に点在しているので、どのビーチに行っても綺麗な海を楽しめます。シュノーケリングを楽しめるスポットも多いので、いろいろなところでマリンアクティビティを楽しむこともできます。中でも一番有名なのが大小100以上の鑑賞からなる日本最大級の卓上サンゴ礁ヤビジかと思います。こちらはツアーに参加して見に行くことができる場所となるんですけれども、透明度の高い海に加え色とりどりのサンゴ礁に無数の熱帯魚が泳いでいる、まるで竜宮城のような世界が広がっています。一方石垣島も透明度が高い海が多くありますが、中でもグリーンミシュランガイドで三つ星を獲得した川平湾は国の名勝にも指定された景勝地として白い砂浜が広がり、エメラルドグリーンの美しい海が広がっています。また宮古島ではなかなか出会えないマンタが見られるポイントがあるのも特徴的かと思います。海での魅力もそれぞれ異なっていますね。最後はアクティビティについてです。宮古島では主にシュノーケリングやダイビングといったマリンアクティビティがメインとなります。石垣島もマリンアクティビティでとっても有名ですが、マングローブや登山など海以外の自然に触れるさまざまなアクティビティも楽しめます。実際にアクティビティの数を比較すると石垣島の方がぐんと多いです。どちらの島でも最高な体験をできることは間違いありませんが、自分好みのツアーがどちらの島でできるのかというのを見極めるのも大事だと思います。以上、石垣島と宮古島の違いでした。比べてみると結構違いを感じたのではないでしょうか。ではここからはこんな方にはこちらの島の方がおすすめというのをチュートリ目線で皆様にご提案をしていきたいと思います。綺麗な海が見たいという方は圧倒的に宮古島をおすすめします。やっぱり宮古ブルーって本当に最高です。透き通る美しい青と、あとは白砂が多いので本当に白と青のコントラストがすっごく綺麗です。シュノーケリングができる場所が多いというのも、個人で海に遊びに行って気軽に楽しめるという点でもすごくおすすめです。地形の関係からどんなお天気であっても宮古島の海っていうのはすっごく綺麗です。天気に左右されずにポテンシャルの高い海だなと毎回思います。ちなみに石垣島の川平湾は天気の悪い時に最近初めて見たんですけれども、天気がいい時と悪い時の差っていうのはすごくあるなと感じました。自然が好きっていう方には石垣島をおすすめしたいです。亜熱帯のジャングルや河口域に広がるマングローブ、登山やハイキングが楽しめる大きな山もあったりと、本当に自然に富んでいる島です。雨の日には珍しい生き物だったり、あとは生き生きとした動植物たちを見ることもできるので、そういった点では天気によって見どころが変わるというのも石垣島の魅力だと思います。旅行者の数でどちらかを決めるというのであれば、少人数であれば宮古島がおすすめで、大人数でしたら石垣島がおすすめです。というのも宮古島はやはり少し小さな島でコンパクトになりますので、ワゴン車の数も石垣島と比べるとだいぶ少ないです。あとはお店も小さかったり、駐車場も狭めだったりっていうのがあるので、あまり大人数向けの滞在先ではないのかなという感じがしてます。なので宮古島は一人旅、カップル、ご夫婦やあとは
数名の家族だけで行くっていうのであればすごくおすすめです。反対に石垣島は本当に大きなお店も多いですし、大人数で旅行するには問題なく楽しむことができると思います。島でのんびりしたいなら宮古島、アクティブに旅をしたいなら石垣島がおすすめです。宮古島は本当に海が多いので、海を楽しむっていう方はのんびりと過ごされている印象が強いです。最近新しいホテルができたりなどもしてますが、そのホテルでものんびりとゆっくり滞在を楽しむっていう方が多いので、そういった意味で、のんびりしたいのであれば宮古島がおすすめです。で、対して石垣島は山登りだったりマングローブがあったりと自然を見に行くことが多いので、観光自体もアクティブになりますし、あとはフェリーに乗ってその先々の離島へ行くとなると冒険感もありますし、非日常感もあるので、アクティブに旅をしたいっていう方には石垣島がおすすめです。運転できる方はどちらの島もおすすめですが、レンタカーなしで旅をするのであれば石垣島の方がバスの便も多く、レンタカーなしでも楽しみやすいです。短期間で旅をするなら宮古島、長期間で旅をするなら石垣島がおすすめです。宮古島は周囲の離島と橋でつながっているので、気軽に他の離島にも行けて、それぞれの島もちょうどいいぐらいの大きさなので、それほど時間をかけずとも十分に楽しむことができます。ですが石垣島は他の離島に行くとなると一度フェリーに乗って行かなければいけないので、その分時間がかかります。そういった点から長期間かけてじっくりと旅をしたいと思うのが石垣島です。なので時間がたくさんあるという方は石垣島に行くのがおすすめです。以上、宮古島と石垣島の違いの解説でした。どちらの島も魅力いっぱいの島です。本当は2つの島両方とも行っていただきたいですが、まずはどちらに行こうかというのを皆様の希望する旅行スタイルに合わせて選んでみてください。皆様の旅が素敵な思い出となりますように。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。